はい、皆さん、こんにちは、高です。早いもので、今年2024年も残り1ヶ月となりました。今年もたくさんの出来事がありましたが、過ぎてしまえば本当にあっという間でした。この1年間はメンバーの卒業や加入、昇格によるメンバーの入れ替わり、新番組の開始、劇場公演の千秋楽や初日、リバイバル公演、コンサートやハイタッチ会、そして18枚目シングルの発売など、数えきれないほどのイベントがありました。この動画では、そんな2024年上半期の HKT48 の活動を振り返ります。皆さんもそれぞれ記憶に残ったイベントや瞬間はあるのではないでしょうか。この動画を通してそんな思い出を一緒に振り返りながら2024年の HKT48 が歩んできた道をもう一度感じていただければ嬉しいです。なお、下半期に関しては後日投稿するのでそちらをご覧ください。はい、それでは2024年上半期の HKT48 の活動を振り返ります。まずは1月から振り返っていきましょう。2024年1月初めのイベントが6日に六本木ヒルズで開催されたニューイヤーだよ六本木アイドルフェスティバルです。こちらのイベントに出演したメンバーはご覧の通りです。今年に入り昇格したばかりの渋井美奈ちゃんが出演しています。前年までは研究生だったんですけど、今年からチーム H に昇格をして初めてのライブ出演です。正規メンバーに昇格すると髪型を自由に変えることができるため、このイベントでは初めて渋井ちゃんは髪型を変えツインテールで出演をしました。ファンの間では大きな話題になりました。そしてその次の日の7日はチーム H とチーム K4 の公演が新年初めて開催されました。先ほども渋井ちゃんの件で少し触れましたが、6期生のほとんどのメンバーは今年度をもって正規メンバーに昇格しているので、昇格メンバーにとっては初めてのチーム公演出演となります。チーム H は生野里奈ちゃん、北川ひいろちゃん、渋井美奈ちゃん、チーム K4 は大場里咲ちゃん、立花心ちゃん、福井カレンちゃん、森崎さやちゃんが昇格して初めてのチーム公演出演でした。初めてユニット曲も出演をして髪型もアレンジして正規メンバーらしく輝かしい新年度初めてのチーム公演でした。8日からは新番組の放送が始まりました。ラブ FM の HKT48 秋吉優香のラブラビがスタートしました。こちらの新番組には秋吉優香ちゃんが出演をします。現時点では終了していますが、他の番組、例えばアップアップや福岡に音楽番組を作りたいなどの別の番組は現在も放送されています。今年に入り一気にグループの外以外の仕事が増えました。特にラブラビをはじめとしたラジオ番組に関しては多くの番組に出演しており、今後のグループの外での活躍が大きく期待されます。1月10日は新年初めてのひまわり組パジャマダライブ公演が開演。12日は新年度初めての生誕祭が行われました。この生誕祭は栗山里奈ちゃんの生誕祭でした。13日と14日はオンライン握手会。16日は森崎さやちゃんの誕生日、そして昇格後初めての生誕祭が行われました。19日は社服が吉本福岡の劇場で開催されています。こちらのシャッフル福岡に関しては現在はすでに終了していますが、トークショーや様々な企画などをメインにファンの方からは非常に好評でした。20日と21日はオンライン握手会があり、23日は北川ひろちゃんの誕生日、そして昇格後初めての生誕祭が行われました。28日は最上奈々香ちゃんと石松優奈ちゃん、荒牧美咲ちゃんの3人の誕生日でした。誕生日が同じメンバーが3人もいるのは非常に珍しいです。しかしこれも今年までで、来年の2025年は最上奈々香ちゃんも荒牧美咲ちゃんもどちらも卒業しているので、この日の誕生日は石松優奈ちゃんだけとなります。29日は松岡奈々ちゃんの生誕祭が開催されました。今年の9月をもって卒業していますが、当時はまだ卒業することは発表されておらず、まだ活動を続けていくだろうとファンの方が思っていた中での生誕祭でした。卒業発表した時にはもう次の生誕祭はないといったことはよくあります。昔は生誕祭で卒業発表をしていた時もあったんですけど、昔例えば2015年の後藤泉ちゃんの生誕祭では生誕祭で卒業発表をしていますが、それ以降はおそらく生誕祭で卒業発表をしたメンバーはいないと思います。一説によれば当時指原莉乃さんが生誕祭で卒業発表をするのは良くないと言っていたらしく、それが理由ではないかと言われています。30日から舞台こりゃもてんばい4がベイサイドライブホールで開催されています。1月30日から2月4日まで開催されており、場所はベイサイドライブホール、福岡サンパレスホールという HKT48 がよくコンサートを行っているイベント会場があるんですけど、その会場のすぐ近く博多ふ頭のそばにイベント会場はあります。この舞台には卒業した坂井萌香ちゃんと2期生の秋吉優香ちゃん、淵上舞ちゃんの合計3人が出演しました。2024年1月のニュースも確認をしておきましょう。令和6年能登半島地震が発生し、それに伴う災害支援募金について公式から発表がありました。新年早々に震災が発生し、その影響で3日もしくは4日くらいまで全メンバーのショールーム配信がありませんでした。そして5日にはチー
ームの昇格メンバーへのプレゼントについての発表があっています。先ほども話をしたように、今年度入って1月5日から正規メンバーに昇格し、プレゼントを送ることが可能になりました。そして1月18日にチーム H 坂井萌香ちゃんの卒業発表がありました。この時点ではまだ卒業後の詳細は分かっておらず、3月頃に最終活動日の発表があり、5月11日に卒業をしています。卒業までは約4ヶ月ほどかかっており、過去のメンバーの中では卒業発表から卒業までの期間はそれなりに長い方です。これくらい卒業までの期間を空けてくれればファンとしては嬉しいのかなと思います。他にも23日には NEXT アイドルグランプリフェス2024の出演が決定しています。このイベントは僕も参加をしています。その時の動画も上げていますので、興味のある方はご覧ください。31日にはミュージカルに豊永亜希ちゃんの出演が決定をしています。日時が6月後半から7月前半までで、新宿シアターサンモールで開催されていました。この期間中はもちろん劇場公演には出演できないので、チーム H のユニット曲の愛しさのアクセルは別のメンバーが出演しており、市村ありちゃんはもちろん北川ひろちゃんが出演するなど、チーム H 公演でも多くの出来事がありました。次は2月の紹介をします。1日、2日、3日、4日はこれはもてんばい4の開催がありました。そして3日と4日のチーム警報公演に関してですが、こちらは非常に珍しくて、体調不良による休演メンバーが多数いたため、公演が中止になりました。このようなことはコロナ禍以外はほとんどなかったので、そういった意味で記憶に残っているファンの方は多いと思います。僕もこの公演には当選をしていたので行く予定だったんですけど、しかしその代わりに劇場まで足を運んで壁写真やその他劇場周辺の様子などを紹介した動画を撮影しています。その時の動画もすでに投稿しているので、気になる方は僕のチャンネルページからご覧ください。そして7日は福岡に音楽番組を作りたい、こちらの番組に秋吉ゆかちゃんが出演をしました。10日と11日は会場でおしゃべり会、ツーショット写真会が HKT48 劇場で開催されました。こちらは振り替え開催で、すでに卒業した田中美久ちゃんの振り替え開催でした。12日の映画スープの公開記念トークショーに豊永ちゃんが出演しました。また同日12日は石松里奈ちゃんの生誕祭でした。当時はまだゆいなちゃんは研究生だったので、生誕祭はひまわり組のパジャマドライブ公演で行われました。13日は市村ありちゃんの誕生日、14日はバレンタイン公演、17日18日はオンライン握手会がありました。2月19日にはアニメぐんまちゃんのオフィシャルファンブックが発売され、インタビュー掲載で今村まりあちゃんが出演しています。去年群馬特使に任命されているので、それ関連のイベントだと思います。また12月に博多で開催される舞台にも出演する予定です。20日はショールーム配信にて2024年 AKB48 グループ開運ハッピーガール特番が開催され、このイベントには市村ありちゃんが出演しました。この1年の運気を祝う特番でしたが、その結果は今年2024年の活動の結果を見ればわかると思います。22日は竹本くるみちゃんの誕生日、23日は映画スープの上映&トークショーに豊永ちゃんが出演、同日にパジャマドライブ公演で安井ひなちゃんの生誕祭が行われました。当時はまだ研究生だったので、生誕祭はひまわり組のパジャマドライブ公演で行われました。24日は市村ありちゃんの生誕祭、25日は竹本くるみちゃんの生誕祭、27日は伊原花ちゃんの誕生日でした。2月のニュースに関しては、まず1日は春のコンサート2024、そして田中美久ちゃんの卒業コンサートの二次受付の案内、そして4月と5月に開催されるコンサートのチケット販売のスケジュールのご案内があっています。コンサートは劇場公演とは違って数ヶ月前に詳細がわかるので、遠方の方は参加しやすいと思います。僕の視聴者さんにも劇場公演にはスケジュール発表されるのが数週間前なのでなかなか行けないんだけど、コンサートであれば数ヶ月前に詳細が出るので行けるんだよねといった話をよく聞きます。2月3日と4日は体調不良のメンバーが複数名出たため公演自体が中止になりました。5日には NEXT アイドルグランプリフェス2024の出演メンバーの発表がありました。出演メンバーはご覧の通り17枚目シングルバケツをかぶれの選抜メンバーをメインに卒業予定の坂井萌香ちゃん、そして5期生メンバーが全員出演しています。こういった外のライブで5期生のメンバーが全員出演するのは非常に珍しいので、ファンの方にとっては注目していたライブだったと思います。次は3月です。2日に伊原ハンナちゃんの生誕祭がありました。ハンちゃんも当時は研究生だったので、生誕祭はひまわり組のパジャマドライブ公演で行われました。3日は坂田修大のいいねちょうだい公開収録が HKT48 劇場で開催されました。そして3月9日に HKT48 のコンサートが行われました。おそらく2024年の上半期のイベントの中ではナンバーワンを争うほど大事な一日だったと思います。このコンサートは昼公演と夜公演の2公演開催されました。昼公演は HKT48
ト春のコンサート2024ホップステップジャンプ。コンサートの開催は去年11月27日にゼップ福岡で開催された秋ライブ2023博多にまつわるエトセトラ以来約3ヶ月ぶりです。ちなみに福岡サンパレスホールでコンサートが行われるのは2023年夏の本村葵ちゃんの卒業コンサート以来です。メンバーが選んだ春ソング7曲や合唱コンクール風に旅立ちの日にを歌った様子が印象的でした。夜公演は卒業した田中美久ちゃんの卒業コンサートが開催されました。去年12月にすでに卒業しており、卒業したメンバーの卒業コンサートが行われるのは極めて異例でした。当日は公式サイドのプロフィール欄に田中美久のプロフィールが掲載され、ファンの間で話題になりました。卒業コンサートには宮脇さくらちゃん以外の全盛期の頃のフロントメンバーがサプライズで出演し、当時を思い出す卒業コンサートでもありました。詳しくは別に動画を出していますので、そちらをご覧ください。23日は渋井美奈ちゃんの誕生日、24日は大分駅前の広場でフェスタが開催され、大分県出身の栗山里奈ちゃんや井原杏奈ちゃんをはじめとした5人のメンバーが出演しました。東京ドームシティホールでネクストアイドルグランプリフェス2024が開催されました。バケツをかぶれの選抜メンバーを中心に5期生メンバー全員が出演したライブです。このライブは僕も見に行っていて、かなり大変な一日であったと覚えています。早朝に福岡空港から羽田空港まで飛行機で行ってライブを見て、その後すぐに羽田空港に戻り、北九州空港に飛んで、北九州空港から博多駅までバスで日帰りで帰ってくるというかなり過酷なスケジュールでした。しかもその次の日は博多でおしゃべり会があったので、この2日間はかなり大変な2日間だったなと今でも記憶に残っています。その時の様子は動画として記録に残っているので、興味のある方はその動画をご覧ください。3月の4日に坂井萌香ちゃんの今後のスケジュールに関して発表があり、卒業公演の日時が決定しました。卒業発表から卒業するまでの期間が2ヶ月程度のメンバーであれば、卒業発表した当日に卒業公演の日時が発表されることが多いんですけど、おいもちゃんの場合は4ヶ月ほど期間が空いていたので、このタイミングで最終活動日の発表がありました。13日は最上奈々香ちゃんの活動に関するお知らせがあり、体調不良により活動を一時休止することになりました。5月の半ばほどに活動を再開しているので、約2ヶ月ほど休んでいたことになります。しかしこの期間は劇場公演がほとんどなくて、活動休止はそこまで目立ってはいませんでした。15日には体育教師たちの憂鬱の上映が決定され、会場はレストラン NTT 夢天神ホール。出演メンバーはこちらの通りです。5月28日から6月2日まで開催されています。次は4月です。4月4日に新番組の FM 福岡 HKT48 のふかしてんじゃねえよの放送が始まりました。出演メンバーはじとえ姉ちゃんと豊永あきちゃんです。4月7日に HKT48 春のコンサート2024ホップステップジャンプが福岡市民会館で開催されました。昼公演夜公演2公演行われ、昼公演は若手メンバーのドラフト3期生5期生6期生が中止となってコンサートを作り上げ、夜公演は全メンバーに注目したコンサートでした。特に昼公演は若手メンバー中心のコンサートであり、若手メンバーの中で一番先輩の伊藤ゆれちゃんが大活躍したコンサートでした。また市村愛ちゃんの活躍も目立ちました。他にも合唱コンクールのようにメンバー全員で Believe を歌い、伊沢美優ちゃんと宮瀬りえちゃんの2人が昼公演夜公演交互に指揮とピアノの演奏を行っていました。このコンサートでは2つの大きな発表がありました。まず1つ目は6期研究生の大内凛香ちゃんと藤野ココアちゃん、井原杏奈ちゃん3人の昇格発表です。HKT48 に加入して約2年弱の時間を経て正規メンバーに昇格することができました。そして2つ目はチーム警報のキャプテンだった松岡花ちゃんが卒業発表しました。当時はまだ秋ほどに卒業することしか発表されておらず、全くわからない状況でした。11日はクロス FM アップアップの放送が行われ、秋吉ゆかちゃんが参加しています。このイベントは毎週木曜日にマークイズ福岡モーチで放送されています。時間が9時から13時。一般の方が見ることができるのは10時からみたいなので、時間のある方は参加してみてください。13日と14日は会場でおしゃべり会が東京ビッグサイトで開催されました。20日、21日はオンライン握手会が開催され、23日は大張咲ちゃんの誕生日、24日は江口ココアちゃんの誕生日、27日は坂井萌香ちゃんの卒業前のオンライン握手会が行われ、4月のニュースは1日に綾瀬りえちゃん、市村愛理ちゃん、石橋いぶしちゃんが出演する映画あなたが眠りにつく前にの出演が決定しました。7月に北九州で上映会が開催されており、来年の2025年1月18日にもイベントの上映会が開催されます。会場はパピオン24ガスホールです。地下鉄
箱崎線千代県庁口直結の会場です。2019年までは西鉄ホールとスカラエスパショと並んで HKT48 の劇場公演が行われていました。そのため当時からファンを続けている方にとっては懐かしい会場だと思います。そして4月7日には研究生の昇格発表があり、チーム H に藤野小佳ちゃん、チーム K4 に井原花ちゃんと大内凛香ちゃんが昇格しました。同日には松岡奈ちゃんの卒業発表が行われ、2024年秋頃に活動を終了すると発表されました。4月19日に4期生×きびなごのツーマンライブが行われました。19日に活動を休止していた最上奈々香ちゃんが活動を再開しました。23日には博多どんたく港祭りの HKT48 の出演が発表され、同時に出演メンバーの発表もありました。17枚目シングルバケツをかぶれの選抜メンバーに加えて、卒業予定の坂山由佳ちゃんが出演をしました。他にも秋吉由香ちゃんが舞台幸せになるために出演することが発表され、東京会場と大阪会場で行われていました。ファンの方から聞いた話によると、どちらも満席だったようです。5月は1日は片平さあちゃんの誕生日です。しかし当時はまだお披露目はされていませんでした。3日の江浦優香ちゃんも同様です。同じく3日は博多どんたく港祭りに HKT48 が出演しました。このイベントはもちろん僕も参加しており YouTube に投稿しているので、気になる方はそちらをご覧ください。7日は吉田芽衣ちゃんと飯島リーラちゃんの誕生日。5月9日の HKT48 春のコンサート2024ホップステップジャンプ、こちらのコンサートが LINE キューブ渋谷で開催され、夜公演で7期生のお披露目がありました。オープニングからお披露目があり、人差し指の銃弾を披露しました。かなり難易度の高いダンスだと思いますが、とても新人とは思えないほどの素晴らしいパフォーマンスでした。コンサート中盤にはチェーンオブラブを披露し、終演後にはお見送り会に参加しました。そしてこのコンサートでは前月のコンサートで卒業を発表した松岡花ちゃんの卒業コンサート開催が発表されました。会場が渋谷ということもあり、ギャルの姿をしたメンバーが印象的でした。特に川平ひじちゃんのギャルメイクはとても特徴的でした。このコンサートの2日後に坂井萌香ちゃんの卒業公演が実施され、この卒業公演をもって HKT48 を卒業しました。その次の日に HKT48 全員生出演ニコニコお披露目特番が開催されました。7期生メンバー全員と MC の市村ありちゃんと今村まねちゃんが出演しました。このイベントでは7期生全員のキャッチフレーズが発表されました。イベントの内容としてはメンバー一人一人について詳しく紹介され、憧れの先輩や好きな食べ物など公式プロフィールを深掘りするような形でイベントが進めました。このイベントを通して7期生一人一人について詳しく知ることができたと思います。18日は大張咲ちゃんの生誕祭、25日は藤野小佳ちゃんの誕生日です。2月から5月までの誕生日メンバーによる墓誕生会も開催されました。28日から舞台体育教師たちの憂鬱がレストラン NTT 夢天神ホールで開催されました。HKT48 は9人のメンバーが出演しました。これだけのメンバーが舞台に出演していたこともあり、劇場公演、特にチーム公演は他のチームからの助っ人が非常に多く、普段は見ることができないユニットの組み合わせやメンバー同士の絡みを見ることができました。5月のニュースに関しては、まず1日はハイタッチ会の開催が発表されました。新型コロナウイルスの影響によって握手会は延期されていましたが、約5年ぶりに全国握手会をハイタッチ会として開催することが決定しました。6月28日は東京ビッグサイト、7月28日はマリンメッセ福岡の B 館で開催されました。福岡のイベントに関しては僕は参加しているので動画ももちろん出しています。興味のある方はその動画をご覧ください。9日には先ほども話をした松岡花ちゃんの卒業コンサート開催の発表があり、5月11日は坂井萌香ちゃんの卒業公演が行われました。そしてこの公演で本人から株式会社エンターアーツプロモーションへ移籍すると発表がありました。5月15日に山下えみりちゃんの卒業発表がありました。2ヶ月後の7月21日の卒業公演をもって活動が終了しました。5月最後の31日にはチーム熊本の田中優里ちゃんと森崎さやちゃんの2人が映画日の国物語に出演することが発表されました。秋頃に Amazon プライムとふらさと TV、YouTube にて配信予定とのことで、撮影時点ではすでに放送が始まっています。最後は6月の HKT48 の活動振りがあります。9日に開催されたシンデレラフェス2024には竹本久美ちゃんが出演しました。このイベントには卒業メンバーの本村葵ちゃんも出演しています。また同日9日は江口小佳ちゃんの生誕祭が行われました。10日は坂本里乃ちゃんの誕生日、15日、16日には卒業する山下えみりちゃんの会場でおしゃべり会の振り替え開催が行われました。20日は栗原さえちゃんの誕生日、そして23日は東京ビッグサイトでハイタッチ会が開催されました。6期研究
生の石松里奈ちゃんと安里奈ちゃんの昇格が発表されました。お披露目から2年以上時間がかかりましたが、2人とも無事に昇格することができました。この時点で6期生メンバーは活動休止中の松本うららちゃんを除く全ての6期生メンバーが正規メンバーに昇格したことになります。また7期研究生公演の開催も発表されました。8月11日から開催され、当時はまだ演目は未定でした。演目に関しては様々な意見がファンの中で飛びましたが、ラムネの飲み方公演でした。24日は立花心ちゃんの誕生日、27日は川平ひじちゃんの誕生日、29日は長崎のハウステンボスで平和と音楽の祭典ピースストック79長崎に HKT48 が出演しました。このライブは7期生以外のほぼ全てのメンバーが出演しており、ライブ中は大雨でしたが非常に盛り上がったライブでした。このライブは卒業する山下エミリーちゃんにとって最後のライブ出演となり、昔同居していた栗原さえちゃんと共にダブルセンターで君とどこかへ行きたいを披露しました。またこの日は柳瀬玲也ちゃんの誕生日でもあり、シェカラシカをセンターで披露。福井カレンちゃんは曲振りを担当するなど、多くのメンバーに見どころが数多くありました。このイベントには僕も参加しており、その時の様子はすでに YouTube で投稿しています。気になる方はチャンネルページからご覧ください。そして6月30日、この日はリュウとヤネちゃんの誕生日です。1年のちょうど半分、6月30日がリュウとヤネちゃんの誕生日です。また坂本里乃ちゃんの生誕祭も行われました。6月のニュースに関しては、まず1日は日本食品株式会社博多の香りテレビ CM に石橋いぶきちゃん、竹本くるみちゃん、立花心ちゃんの出演が決定しました。このテレビ CM は25周年キャンペーンのテレビ CM で、福岡県そして熊本県限定で放送されます。また後日10月1日からは博多の香り粗挽きウインナーと HKT48 がコラボして粗挽きウインナーの販売が始まりました。販売場所は HKT48 劇場やハイタッチ会などのイベント会場です。6月9日に今井組パジャマドライブ公演の千秋楽および新演目の発表がありました。当日はパジャマドライブ公演が通常通り開催されていましたが、公演の最後にパジャマドライブ公演が千秋楽を迎えることが発表されました。千秋楽は7月13日、代わりの公演である逆上がり公演は7月17日に初日を迎えました。さらにその3日後には恋愛禁止条例公演のリバイバル公演の開催も発表されました。こちらは1回だけではありますが、約1年と6ヶ月ぶりに4月14日に開催されています。この公演は残念ながら僕は当選できなかったので、この公演は見ることはできませんでした。しかし先ほど話をしたパジャマドライブ公演の千秋楽と逆上がり公演の初日はどちらも当選しているので、その時の様子は動画にしています。こちらも気になる方は僕のチャンネルページからご覧ください。14日にはサマーステーション音楽ライブの出演が発表されました。略してサマステと呼ばれている HKT48 の夏のイベントの代表イベントです。六本木ヒルズで開催され、出演メンバーはチーム H、チーム K4 のメンバーです。またこちらには記載はありませんが、後に昇格する石松里奈ちゃん、安井ひなちゃんもこのライブには出演します。23日のハイタッチ会では6期研究生の2人の昇格発表があり、石松里奈ちゃんはチーム H、安井ひなちゃんはチーム K4 に昇格が決まりました。また7期研究生の研究生公演の開催も発表されました。そして6月24日には7期生の HKT48 メールの配信開始の発表もありました。以上で2024年上半期を振り返りました。いかがだったでしょうか。上半期はメンバーの卒業発表や昇格、7期生の加入など多くのメンバーが入れ替わりました。新しい風が吹き、大きな変化がある中でそれぞれのメンバーが成長し、新たな HKT48 の姿を見せてくれました。皆さんにとって最も印象に残っている出来事やエピソードは何ですか。ぜひコメント欄で教えてください。下半期は逆上がり公演初日や松岡花ちゃんの卒業コンサート、ブースティーファン祭り2024、18枚目シングル発売など上半期を超える多くのイベントがあります。次回の動画では上半期の HKT48 の活動を振り返るので、ぜひ楽しみにしていてください。見逃さないようにこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。